ようこそいらっしゃいました。ここに来たってことは、あなたも何かしら体の不調を感じてるっていうことですよね。ここでは少し変わった浄化の儀式を行っています。それをすることで、あなたの体の不調もきっと良くなるはずです。では今のあなたの体の状態確認してもいいですか？ではちょっと失礼しますね。確かにあんまり良くないですね。すいません、急に耳とか触っちゃってびっくりしましたよね。この神社ではですね、耳が魂の入り口っていう風に言われてるんですよ。聞いたことないですか？耳って目とか口みたいに閉じたりできないじゃないですか。こうパッとできます？できないですよね。なので悪いものが勝手に入ってきちゃうんですよね、耳から。なので耳を中心に浄化することで、心とか体も軽くなります。ではあなたの今の状態が分かったので、まずは体の内側からお清めしていただきたいと思います。この中に入っている水は満月の時に取ったお水で浄化水になります。これを取った時の満月は確かストロベリームーンなので、もしかしたらイチゴの味がするかもしれないです。飲んでみてください。どうですか？イチゴの味しますか？しますよね。実はさっきいちごシロップをちょっとだけ混ぜてみました。だって本当に月の味がしたら嫌じゃないですか？次の満月は確かバックムーン、バックって戻るって意味じゃなくて、オスの鹿っていう意味なんですけど、ってことは本当に月の味がしちゃったら、来月鹿の味がするってことですよ。鹿肉が入ったスープとかならまだいいかもしれないんですけど、鹿味の水はちょっと嫌ですよね。なので本来は普通のお水なんですけど、ちょっと今回だけ特別にいちご味にしてみました。じゃあ体内の準備が整ったので、耳の浄化していきたいと思います。まずはこのお塩で洗っていきたいと思います。これで少し耳が軽くなるはずです。じゃあ次に塩で浮かび上がった汚れを拭き取っていきますね。失礼します。まずこうやって表面からしていかないと、だってその奥を浄化するときに表面にある汚れが入っていっちゃうんですよ。
反対も失礼します。ではいよいよ耳の奥に残った邪気を吐き出していきます。じゃあ失礼します。くすぐったいかもしれないんですけど我慢してくださいね。あなたの耳見ててちょっと気になったんですけど、もしかして最近心霊スポットとか行ったりしました？なんかこうちょっと良くない気配みたいなの感じるんですよね。心霊スポットっていろいろありますけど、例えば最近こう使われてないトンネルとか、あと墓地とか廃墟とか、あと事故物件とか、そういうのって結構こう悪ノリで行く人多いんですけど、悪霊に取りつかれたりとか、後で痛い目にあったりするんで、絶対やめた方がいいですよ。もしそういうとこ行ったりしてるなら。そのあなたに今感じる気配っていうのは別にこう悪さするっていう感じではないと思うんですけど、油断してたらね、幽霊なんてあっという間にね取り付いたりしますから。心霊スポットとかに行かない方がいい理由って他にもあって、単純に犯罪だったりしますよね。そのトンネルとかだったら別に公共の場所なんでいいです。空き家とか廃墟とか、おそらく誰かしらの所有する場所なんで、不法侵入罪になっちゃいますよ。あと悪い人とかがいる可能性もあるので、よく言うじゃないですか、幽霊より人間が一番怖いって。幽霊とかだったら最悪払っちゃえばいいですけど、人間同士の何かがあった場合はどうにもできないんで、なんだろう、もし心当たりがあったらやめてくださいね、心霊スポットとか行くの。じゃあ反対していきます。ちょっとここ硬くなってますね。もしかして誰かに言われた言葉とか気にしてます？わかりますよ。こんな何気ない一言ってずっと考えちゃうことってありますよね。相手は別に何も持ってないかもしれないですけど、
いろいろ考えちゃったりして、そういうのの解決策って気にするなとか考えるなとかだと思うんですけど、考えないことってできます？難しくないですか？何にも考えないって。ちょっと一回やってみます。で、今から何にも考えないでみてください。いきますよ。せーの。できました？私は今全然できなかったです。こう何にも考えないようにしようっていうことを考えながら、今考えちゃってるなと思って、じゃあ他のこと考えようって結局いろいろ考えてました。難しいですよね、考えないとか。だから嫌なこととか考えちゃう時の解決策って正直難しいんですけど、私のおすすめはよく寝ることですね。で、あとはいい音とかいい言葉を聞いて、もう忘れられないならそうやって上書きしていくしかないと思うので。ちなみに今私上書きしてるんですけど、効果感じてます？悪い音とか悪い言葉とか消して上書きして最中です。ではこれで耳の奥の邪気は取りました。次はあなたの耳に守りの符を書いていきたいと思います。こうやって筆で書いてると耳なし芳一のお話を思い出すんですけど、読んだことありますか？話としては、盲目の琵琶名人が幽霊に琵琶を聞かせることになるんですけど、それを知った和尚さんが体にお経を書いてくれるんですね。で、そのお経を書いたところだけその幽霊から姿が見えなくなる。でもその耳だけそのお経を書き忘れちゃって、でその耳が取られちゃうっていう話なんですよ。私これは幼少期に聞いてからめっちゃ耳をいろいろ意識するようになったんですよ。例えば今夏なんで日焼け止めとか塗るじゃないですか。もう絶対に耳も塗ってます。耳は塗らない人とか見たことあるんですよ。顔とか首とかは塗るけど耳まで塗らない。そういう人には
いや耳なし法一になっちゃうよっていつも言ってます。嫌じゃないですか、耳だけ焼けるの。そういうのに限らず、例えばちゃんと耳も洗うとか、お風呂から出た時ちゃんと拭くとか、やっぱね、耳のこともちゃんと忘れないで手入れしてくださいね。じゃあ反対いきます。普段生活してたら自分に向けた言葉とかじゃなくても嫌な言葉とか聞いたりする時ってあると思うんですけど、これがねちょっとでも跳ね返してくれると思います。じゃあ最後の仕上げしていきますね。これで浄化の儀式は終わります。最後にこれをお渡ししておきますね。このお守りです。これは私が丹精込めて作ったものなので、これを持ってれば悪いものから守られるはずです。受け取ってください。ではまた何か不調とか感じたらいつでも来てくださいね。この神社でお待ちしております。